無駄な IT 投資から脱却する方法。こんにちは。いつもシステム組み立てチャンネルをご覧いただきありがとうございます。株式会社フライクの大滝です。システム導入を成功に導く業務設計のすすめと題し、全5回に分けてシステム導入を成功に導くフライク流の方法と導入後システムを継続させる秘訣について解説します。第1回目は無駄な IT 投資から脱却する方法です。もう失敗したくないシステム導入、また失敗しないための業務設計、システム設計ならフライク。早速スタート。システム導入失敗の落とし穴。皆さんはシステム導入失敗の原因は何だと考えますか？企業の IT 投資は売上の約 1.15% を占めていますが、そのうちシステム導入の成功率はわずか 52.8%。つまり2社に1社がシステム導入に失敗しているのです。失敗の原因は様々ですが、主に計画倒れや設計不足、運用ミスといった初歩的な問題が考えられます。このままでは IT 投資は成長戦略ではなく浪費になりかねません。IT 投資を真の成長戦略へと転換するためには、導入前の準備、特に業務設計の段階をどれだけ徹底できるかが鍵となります。システム導入で陥りがちなプロセス。それではシステム導入のプロセスがどう進められているか見てみましょう。よくあるのはこのような流れです。システム導入で失敗に陥りがちなプロセス。1、いきなりツール選定に入る。2、ツールの機能と価格で比較検討。3、ツールベンダーからの提案を受けて導入を決定。4、導入後、現場への説明やトレーニングを実施。5、導入後のフォローアップは特に行わず運用開始。このやり方では高い確率でシステム導入は失敗に終わります。なぜなら最初に社内の業務課題やシステムの導入の目的を十分に整理できていないからです。ツールを設備や価格だけで選んでしまうと、それが本当に自分にとって必要なものかわからなくなります。むしろ複雑な機能を使いこなせず、現場の混乱を招く可能すらあるのです。なぜ多くの企業がツールありきでシステム導入を進めてしまうのでしょう。 IT プロジェクトが失敗する背景には次の要因が挙げられます。自社業務や要件を十分に伝えきれない。システム導入後の活用イメージが不明確。プロジェクト管理スキルが不足。社内外のコミュニケーション不足。技術力向上への取り組みが不足。要件の整理やヒアリングさえすれば良いのかと思われるかもしれませんが、もちろんそれだけではうまくいきません。そこには次のような落とし穴があります。落とし穴1、魅力的なツールの提案に惑わされる。落とし穴2、今すぐ結果を出さなければという焦り。落とし穴3、魔法のツールへの過度な期待。落とし穴4、社内コミュニケーション不足による認識のずれ。落とし穴5、現場の声が届かないトップダウン型の意思決定。落とし穴6、要件整理の手間を敬遠してしまう。もし一つでも当てはまるものがあれば、現在のシステム導入の進め方を見直す必要があるかもしれません。では、これらの失敗の要因はどのようにすれば回避できるのか。そのために必要なのが業務設計です。システム導入成功率を高める業務設計プロジェクトのステップとプロセス。業務設計とは、フライクが提供する業務設計プロジェクトにおいてシステム導入を行う際に最低限必要な情報を記載した設計図のことです。ステップ1、ビジネスの全体像を理解する。業務設計プロジェクトでは5つのステップを経てシステムで解決すべき課題を明確にしていきます。まず、クライアントのビジネスモデルをはじめ、会社全体の強みなどを深く理解します。また、将来的に出てくる可能性のある課題にも目を向け、システム基盤が柔軟に発展していけるように設計を行います。ステップ2、組織の現状を把握する。次に、業務がどのような組織構造で進んでいるのか、各部署や担当者がどのように連携しているのかを把握しましょう。情報がどのように流れているかを見える化することで、システムが
組織全体の力を最大限に引き出せるよう設計します。さらに非効率な作業や重複作業を特定、改善策を検討することで組織全体の生産性向上を目指します。ステップ3、顧客の課題を予測する。ここでは顧客への直接ヒアリングの前に既存の情報や業界知識、市場調査などを活用して顧客の立場になって考えるプロセスが必要になります。これにより顧客の真のニーズを理解し、より効果的な解決策を導き出します。ステップ4、業務の流れと課題を徹底的に分析する。業務フロー全体を多角的にヒアリングし、組織や業務に潜む課題を洗い出します。現場の実情に深く寄り添いながら、ツール導入で解決すべき本質的なポイントを特定しましょう。具体的な進め方。1、マーケティング、セールス、サービス、バックオフィスなど主要なプロセスごとに業務フローを整理し、顕在化している課題をヒアリング。2、この段階ではフライグの視点から仮説課題をぶつけながら潜在的な課題をあぶり出し、将来的に発生するリスクについて共有し、全体の業務効率や連携に影響を与える要因を特定。3、本質的課題を見つけたらその領域の前後に位置する業務フローをさらに詳しく分析し、課題の発生原因を明確にする。4、なぜ課題が発生しているのか、根本的な解決に至るためには何が必要かを検討し、最適な改善策を模索。ステップ5、最適なシステムの姿を描き、ツールを選定する。最終ステップでは、これまでのプロセスで明らかになった課題に対し、具体的にどのようなシステムで解決するかを決定します。解決範囲の特定、システム要件の具体化、IT ツールの仮確定。これらの5つのステップを通じて、ビジネスの現状と顧客のニーズを深く理解した上で、業務フローに適合したシステム導入を目指し、企業全体のパフォーマンス向上につながるよう最適なシステム設計範囲を決定します。まとめ。第2章では実際に業務設計プロジェクトをどのように進めていくのか、さらに具体的な手法やアプローチについて詳しくご紹介していきます。システム組み立てチャンネル登録お願いします。